充電式電動エアーポンプのバルブやアタッチメントの違いと賢い選び方。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。2023年2月に購入した充電式電動エアーポンプです。空気圧センサーをつけているので、ちょっとした空気の補填やタイヤ入れ替え時などの空気圧調整には大変重宝しています。そもそも N ワゴンにはパンク修理用電動エアーポンプが装備されているので、空気圧調整にもこれが使えます。このようにラゲッジに収納されているので取り出します。測定はアナログですが、贅沢を言わなければこれで機能は十分です。しかしラゲッジの格納場所から出して、シガーソケットから四輪へケーブルを引き回しての作業もなかなか億劫なものです。それを考えると充電式の場合は四輪間を手軽に移動して短時間で作業を終えられるところが最大の長所だと思います。このポンプは修理して使ってきましたが、3年近く経つので、そろそろ充電電池か本体自身の交換を考えるべきかもしれません。今では充電式電動エアーポンプもスペックを高望みしなければ種類も増えて価格も安価になっています。ここで製品を入れ替えることも視野にポイントを整理しておきたいと思います。興味のある方は引き続き最後までご視聴ください。既存電動エアーポンプのスペック。大きさは本体が 182.5×64×80 で、バイク、車、自転車、浮き輪、ボールなどが対象です。USB ケーブルとアタッチメントが不足していますが、ロードバイク用はありません。最大圧力は 150psi で高速充填、自動停止、低騒音とあり、1メートルの距離で100デシベルと記載されています。大画面でリアルタイムに圧力を表示しますが、単一表示で目的圧力と現在圧力などの2段階表示ではありません。充填対象はスイッチで簡単に変更できます。LED ライトもついています。注入圧力はスイッチで簡単に変更可能です。現在もほとんどの機種が同様の操作方法だと思います。エアーホースはヘッドクリップタイプで、長さは 160mm です。グリップハンドルは結構硬くできていて、閉じるには力が必要です。ホースのネジを確認するために M6 のネジを準備しました。このナットをホースのネジにつけてみましょう。このネジがインチネジであれば M6 のナットはスルスルと入りません。見てわかる通り、これで M6 だと確認できました。こちらにもボルトを入れて確認してみます。現在は多くの機種がM6 のネジではないようです。このホースやネジに関しては詳しく講述しますので、そちらをご視聴ください。下部には USB-C コネクターがあり、
DC5V 給電が可能です。プラグを差し込んでみます。 DC5V を差し込むとこのように充電が始まります。この状態で電池端子を抜いて充電電圧を測定してみましょう。12.59V を示しています。これで昇圧して充電していることが分かります。電池の方も測定してみましょう。小さい端子に測定棒を当てます。電池電圧は 12.24V です。電池コネクターは戻しておきます。バッテリーは 11.1V ですが 5V を接続すると 12V に昇圧して充電することが分かりました。当時のこの製品は電池容量が 2000mAh しかありませんでした。なので10から15回の使用で再充電が必要ですが、今では3倍の 6000mAh が主流となっています。エアー充填はせいぜい4回程度なので、私はこれで十分だと思っています。エアーホースのタイプとネジ。今回このクリップ式エアーホースを購入しました。 GS の空気入れはほとんどこのタイプですね。ヘッドクリップ式は最近私の使い方が悪いのか、繋いだ時に空気が漏れるようになったのです。ホースが接続方向と直角なのでつなぎにくいことも理由の一つですが、強く差し込んでも若干のエア漏れがあります。そして悪いことにエア漏れがあると自動停止時の圧力が目的圧力を下回ることに気づきました。クリップ式はヘッドクリップ式と違ってレバーを押しながら差し込むだけなので、この方が補填は確実なようです。接続ネジが M6 のものを探すのは大変でしたが、なんとか見つけることができました。接続ネジは M6 の他に M8 やインチネジのものもあります。このネジの規格に関しては説明書にも載っていないことが多いので、よく調べた方が良いでしょう。ホースを買い替えるときは前述のようにネジの規格をよく確認してから手配しましょう。一方、新しく電動ポンプを購入するときはクリップ式のホースが付属した製品は少ないです。なのでヘッドクリップ式の製品であっても後々のことを考えてネジ規格が多いホースを選ぶことをお勧めします。車やバイク、自転車のバルブ規格。左からフッ式、A 式、米式バルブです。バルブの種類はこの3種類だけ覚えておけば良いと思います。電動ポンプには上のような対米式アダプターが付属しているので、必要に応じてそれらを使って対応します。中でもフッ式はロードバイクなどタイヤの細い自転車にしか使われていないので、ほとんどの方は無縁だと思います。A 式は一般の自転車に使われているのがそれです。ネジサイズは CTV8 山30という規格で M ネジではありません。電動ポンプでは A 米アダプターを使って空気を充填します。一般では手押しの空気入れを使って充填していると思いますので、あまり参考にはならないでしょう。
米式は車とバイクで、一部マウンテンバイクにも使用されています。ネジサイズは16分の5インチ 32UNEF という規格で M8 サイズに見えますがインチネジです。エピローグ。ここまで動画を進めてきましたが、使われているネジの違いがお分かりいただけたでしょうか。もともとは外国から伝わったものなので、伝わり方や使われ方の違いから今の形になっています。ポンプの選定は2画面表示でも2000円台のものがあります。ほとんどの機種には USB ケーブルやアタッチメントが付属しているので、バッテリーだけに注目しましょう。よく探せば2画面で 6000mAh 時のものが見つかります。ほとんどがヘッドクリップ式なので、クリップだけ購入して先端に取り付けて使うこともできます。製品が多彩なので迷うところですが、ポイントを押さえて探せば良いものがきっと見つかるでしょう。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。